こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、通路10本目まで掘り切って廃坑が見つからなかったところまでです。もう前作の3倍以上掘ってるわよね。かつ、推定期待値の3倍なんですよ。企画当初は運悪ければ3倍までは掘るかなとか密かに思ってましたが、想定を超えるとさすがにきついです。簡易地図の方はこんな感じで、これから要塞生成エリアの端まで一気に東西通路を伸ばしに行きます。ここで要塞狙いに切り替えるのは、物欲センサー偽装の目的以外に、モチベーション的に今までのパターンで掘るのが辛くなってきたという理由もあるんです。それはいいのだけど、本当に物欲センサーなんてものあるのかしら。学術的には存在しませんが、過去のプレイ経験からは存在を否定できません。なお収集済ブロックですが、前回に引き続き次の狙い目は意地でも青い羊毛です。さて、5分ほどでまずは地下峡谷を掘り当てました。そういえば10本目のゴール付近で峡谷見つけていましたが、伸びている方向が違うようで別の峡谷っぽいです。安全確保したところで見ているのですが、やはり廃坑は突き出ていません。せっかく明るくて見やすいのにね。むしろ明るさが恨めしいです。峡谷から10分少々掘ったところです。通路には見慣れない赤い点が。ウオー雲？あら、何気についているじゃない。まごうことなく雲です。こんな狭いところでよくぞは来ました。私は嬉しいです。ドロップアイテムが峡谷に落ちたら大変ですので手前に引き寄せてから倒します。ウオー2本ゲット。もう青い羊毛一歩手前じゃないですか。これ引き寄せたの無駄だったんじゃ。で、元気はつらつでさらに先を掘っていたところ、今度はゾンビが湧きました。また峡谷の端ではいたようね。橋の周囲の空間と、海洋バイオームの海の幸効果で湧きやすいんでしょうね。しかしゾンビ占いの結果は落とし物見つからずでした。さらに2分後、また峡谷の端でモブが湧きました。湧くペース速くてびっくりです。2体まとめて調理始めたところ、さらに向こうにも湧いてます。ウオー一気に4枚ゲット。今の2体と同時に湧いた片割れかしらね。多分そうですね。拍子さらに2枚追加です。ゾンビ肉運が戻ってきました。しかし、そこから30分以上掘って洞窟が出てきません。まあいいのですけど、いつの間にかバイオームは森林に変わっています。久々に振り向いたら近寄ってきていたゾンビは手ぶらでした。さて、いよいよ要塞生成エリアに入り、約500メートル先まで生成エリアが続いています。ここからは要塞の石レンガ系ブロックを見落とさないよう注意して進みます。まあやすやすと見つかるものではないけどね。それから7分後土を見つけたので、峡谷で使った分の補充で全部回収しておきました。あとそろそろ食事時ですね。4枚連続で食べて食中毒にならなかった時、私はゾンビになるんですが、今回も大丈夫だったようです。さらに9分経過したところです。どうやらスケルトンが湧いたようです。狩りに行きます。なんで？スケルトンも食べるの？いえ、コップン狙いです。青い羊毛まであと糸一つじゃないですか。なら今コップンさえあれば一気に空色羊毛が狙えるんですよ。うわぁ、さすがにノーダメージとはいかないです。でもさっき満腹になったばかりなので今なら肉一つでハート回復できます。で、無事に骨ゲットです。ドロップしてくれてよかった。ただまあ、ハート回復でも満腹ゲージは減るようなので、満腹ゲージはむしろ減ってしまうんですけどね。少し物悲しいわね。
でもわずか20秒後にお届けが来ました。ゾンビの鏡です。でもこれが手ぶらゾンビ。さらに物悲しいです。しかし3分後、今度こそお届けゾンビって違うそっちじゃない。自分で退路塞いで確かなりスレスレ危なかった。何をやっているんだか。ちょっと気が緩んでいました。実はさっきの地下峡谷からここまで一つも洞窟なくて1時間20分ほど掘りっぱなしだったんです。ちなみに肉の方は2枚ゲット、じわじわ集まってます。で、久々にようやく洞窟です。洞窟なくて楽だったのはここまでですね。やっぱり洞窟ない方が楽なの？断然楽です。とりあえず肉はさらに1枚追加です。なんだか最近ゾンビ肉の所持量が安定してますね。このサバイバル生活に十分慣れてしまったようね。というより地下生活できるようにゲームバランスが整えられている気がしています。そしてすぐ次の洞窟掘り抜いたのですが、壁や地面が平らですが廃校にしては狭いですね。一応あちこちえぐってみましたが何もありませんでした。続いて3分でまた洞窟です。多発地帯に入ってしまったようです。さらに2分で別の洞窟。あれだけ平和だった洞窟内ない生活が嘘のようです。そして4分のち。ダメです。この先はスケルトンだらけ。32メートル作戦決行です。で、戻ってきて少し掘ったら色々湧き直してました。さすがに面倒ですがもう一回32メートル待機です。不をせかさないでください。で、この洞窟が変な形しているんです。壁や地面で平たいところが多いけど、塔になってるのは砂利かしらね。変わった洞窟には何かある気がしてつい期待してしまいます。まあ大抵気のせいなんですけどね。焦った。そういえば優秀な狩人は獲物に近づく技術が高いと聞いたことがあるわ。あら、もうお帰り？クリーパーがいないうちに安全確保しました。どこかに潜んでそうですが姿が見えません。私を怖がらせておきながら、水辺で遊んでいたようです。休暇に入っちゃってるようね。もう知らないですって雲来た。で、最後の空色羊毛の材料なのですが、10分ほど掘りまくっても全然姿を現さないんです。音を聞きながら位置を突き止めたところ、目前にいるはずなんです。とするとさらにこの上に洞窟があるのかと掘ってみています。外れだったのでしょうか。上もう勘弁して。で、探し始めて15分ほどで、なんとか雲を発見しました。さらに5分で安全確保しつつ真下に回り込みました。ジャンプしたらギリギリ届きそうです。もう一丁。当たった。嘘。そんなとこ届かないじゃないですか。素直にスケルトンからユニドロップしてもらえば？ちょうど一体スケルトンが邪魔しに来たので倒してみたのですが、ドロップしてくれませんでした。そして雲は降りてきてくれませんでした。でも、失意の底で空路を掘り進んでいたらデリバリーさんがやってきました。さっき消耗した満腹ゲージ分を届けに来たのですね。いつもお世話になってます。続いて3分で洞窟です。まだまだ多発地帯は続いているようです。さらに1分で次の洞窟。そろそろいちいち掘り開けないでいいでしょうか。そういう時に限って廃校があるのよね。続いて広めな洞窟を掘り当てましたがまた何もないです。洞窟の一部が石レンガになってる可能性はなくないわよ。また。
まあ見逃してしまった時はその時です。で、さらに追い打ちかけるようにシルバーフィッシュ入りです。デバッグ画面のブロック情報を長時間チェックするのは結構疲れるんですよ。早いところ山岳抜けてほしいです。さてここでゲーム中断を挟んで再開したところですが、前回のミスの分の土を一つ捨てておきますね。高さ制限を超えたブロックに乗っちゃった件ね。はい。乗ったブロックは本来直下で壊すはずのものでした。つまり、高さ制限を超えた足場から壊したブロックですので、高さ制限外の入手物となり破棄対象となるんです。これを捨て忘れてました。ただ、収録後に気づいたのですが本当の破棄対象ブロックは粗い土で、今回誤って土を捨ててますので次回改めて粗い土を捨てます。何回うっかりすれば気が済むの。で、モンスターエッグに気をつけながらさらに10分少々掘っていたところです。雲来た。今度こそ空色羊毛来た。雲掘り当ては先ほどので手慣れてきた感じですので、まあサクサク探り当ててしまいます。お、2匹ですか、いいですね。両下高さは低いです。安全確保しつつ雲の糸ゲットです。よし来い。来た。来すぎ？毒？なんで毒食らうまで気づかないのよ。そんなこと言われても、というかやばいです。土で塞ぐ余裕ない。うおー。生きてます。というか、突っ込んでこられるまで普通の雲かと思い込んでました。大きさも色も違うじゃないの。まさかこんなところにいるとは思わないじゃないですか。まあ事実上の廃校発見です。あ、そういえばようやく空色の羊毛の材料が揃いました。今さらどうでもいいわよ。さて、ハートをほどほど回復したところで今回はここまでです。まあまだ木材を目にしたわけじゃないですが、近くを掘りまくれば手の届くものがあるでしょう。次回は毒蜘蛛がいなそうなところを探して廃校突入に挑みます。それにしても、物欲センサーって本当にあるのかしらね。あるかないかは別にして、私としては存在しないでほしいです。長かった序盤もようやく終わりかしらね。それではまたね。バイバイ。